開いた骨盤を速攻で締めるストレッチ、ご紹介していきます。皆さんこんにちは、中川ゆうきです。今日は骨盤の歪みやねじれ、そして女性に多い骨盤の開きをギュッと締めて、細いウエスト、腰周りの浮き輪肉を解消してしまうストレッチをご紹介していきます。やはりね、女性の場合は特に骨盤の幅が男性よりも広いので、歪みが出やすかったり、ここが歪んでくると骨盤底筋といって内臓を持ち上げる筋肉も緩んできますから、イカ水や下腹ぽっこり、そしてひどくなったらね、尿漏れなどの症状も出てしまう方がいますね。特に産後の方は調整が必要、そういった方にも非常に効果的な種目ですから、ぜひ一緒に頑張りましょう。では骨盤の歪みについて解説をしていきます。ちなみにですね、今日はマッスルウォッチングさんとのコラボなんですが、あちらの動画でですね、400万再生以上されている骨盤矯正ストレッチ、今日はそれを僕が解説しながら皆さんにレクチャーをしていくんですが、実際にね、骨盤見てみましょう。はい、このようにですね、見てもらうと非常に分かりやすいです。骨盤にはこのように太ももの骨がぶっ刺さってます。この骨ですね、骨盤自体を急に調整っていうのは難しいんですけども、太ももの骨が動くことによって骨盤が歪んできてしまいます。ですから日常的に足を組んだり、どちらかに体重をかける癖などがある方は、太ももの骨の歪み、つまり股関節の歪みによって骨盤の歪みが出てしまいます。ねじりや開きがある方は、この足ですね、内股やガニ股の動きに左右差があったり、ガニ股はできるけど内股が全然できないとか、そういったね差も出てくることが非常に多いです。ですから今日はこの股関節の動きを柔らかくしながらも、弱っている筋肉をまんべんなく鍛えることで調整をする種目になっていますから、体が硬かったり体力がない方でもやっていただける座ったままのストレッチになってます。ぜひ最後まで頑張りましょう。はい、ではエクササイズをする前にですね、股関節、そして骨盤の歪みチェックをしていきます。座った状態で足を開いて、膝が高くなっている方、これがね、股関節が硬い方です。どうでしょうか皆さん、左右差はないですか？そして力を抜いて足を伸ばした時、寝転んでもいいです。お皿が外向き、内向き、つま先の向きもね見ながら、左右差があればこれ骨盤の歪みです。理想的にはお皿と人差し指が正面向いてればバッチリ。エクササイズをした後にこの歪みがですね、まっすぐにちょっとでも近づいていればいいです。ぜひ体に気づきを持ちながらやっていきましょう。はい、では足を肩幅少し大きく開いて、3、2、1、スタート。足パカです。膝を内へ、外へ交互に動かします。はい、この時どうですか？内側、外側、倒しにくい方ないですか？これね、気づいてほしいところとしては、まずこの足、特に女性の方は内側倒れるけど外側が全然倒れないっていうパターンの方結構多いんですが、自分がどちらが得意か苦手か感じてください。苦手な方をたくさんいきます。僕はガニ股めっちゃ倒れるんですけど、内側がね全然いかへんので、苦手な内側をね頑張ってやってます。これが股関節の歪みの調整、そしてそこから付随して骨盤のねじれや歪みの調整になっていきます。ポイントは少し背筋伸ばしてきれいな姿勢、ダーンと猫背でしてしまうよりは少し背中を起こした方がいいですね。ゆっくり吸って、はい、OK。で、今度ですね、寝転んでいきます。はい、今度は寝転んでこのままもうダラーンとリラックス。これ楽筋ですね。内もものストレッチです。そう、今ね、このももの内側の内転筋という筋肉を伸ばしてます。でこの足の位置ですね、近くしている時と遠ざけている時で伸びるところ変わりませんか？これも大切です。近くに寄せて足が閉じちゃうっていう方は、近づけた状態、かかとをお尻に近づけながら開く。自分の硬いところ、苦手な角度を探して伸ばしていきます。呼吸は深く、鼻から息を吸ってゆっくり吐いて、呼吸を深めれば深めるほど筋肉が緩んでいきますよ。深い呼吸、はい、今度は足をね内側に倒します。はい、僕の場合はね、さっきやったようにガニ股得意なんで外側に開くのが得意なんですけど、内側に倒すのがね苦手なんですよ。以前はこれもね、膝が45度ずつは倒れた方がいいです。まっすぐから45度、そこから余裕があったらちょっとずつ下へ下へ下へ、深く下へ。
これはこの外側の筋肉をストレッチ伸ばしていってます。深呼吸。もし膝が痛い方とかは無理しないで、ちゃんとね一個一個の動きに意味がありますから、何をしているかを意識しながら行いましょう。ちゃんとここら辺突っ張ったり伸びてますが、深呼吸は忘れずに。長い呼吸。ラスト一息。はい OK。 じゃあですね、今度は足を開いて片方のお尻でヒップリフト。よいしょ。上げ下げしていきます。しっかりねお尻の筋肉使っていきますよ。深い呼吸です。膝を開くんでね、これ両方のお尻を使っているんですけど、お尻上げるときに硬くなってますが、お尻の筋肉が喜んでますね。適度な疲労感を感じながらヒップが上がります。これは骨盤の後ろについている筋肉、大臀筋や中臀筋という股関節の外側後ろの筋肉を使っています。やりながら自分が苦手な種目あったらそれたくさんしましょうね。特にお尻がたるんできてしまったり、お尻の筋肉にボリュームがない方はこれしんどいと思います。反対側も行きましょう。はい、同じようによいしょ。目いっぱい息を吐いて吸って、どうですか？左右で違いはないですか？これもね、股関節の開き具合とかお尻の筋力に左右差があったらやりやすいやりにくい違いがあるはず。苦手な方はねちょっとたくさんやってもらったらいいです。呼吸して、よいしょ。鼻から吸ってゆっくり口から吐く。どんどんお尻に力入ってきますね。まあきついです。しんどかったら休憩していいですからね。無理はしないで。もうちょい開いた方の膝、こっちはねお尻のエクボにも効いていきます。OK です。今度ねこんな感じ、足を組んだ状態でお尻の上げ下げをしていきます。せーの、アップand down。 しっかりと上げて下げる。こっち地面に置いてる方のお尻、大臀筋使ってますよ。お尻キュッとプリッと持ち上がったヒップアップしたお尻作りにはこれ非常に大切です。年齢とともにね下がってくるお尻はこのトレーニングで引き上げることができます。長く息を吐いて吸う、吐いて吸う。呼吸はね多少入れ替わってもいいんで深く長くできてたらいいです。もうちょいさあでは反対側していきましょう。入れ替えて、はい、どうですか？左右差感じ違いはないですか？目いっぱい呼吸は繰り返す。そしてお尻がきつい方、もし左右下がったらね苦手な方たくさんですよ。呼吸は深く、よいしょ。しっかりお尻も使うし、膝開くことでお尻の横のエクボの筋肉もプリッとついてきますね。どこ使ってるかをねしっかり感じて、目いっぱいお尻頑張って。ちなみにマッスルウォッチングさんの方ではこのエクササイズで結構便秘が解消したっていうねコメントとか声が多かったみたいです。便秘気味の方はね結構このエクササイズいいと思いますよ。OK、ラスト。今度は足を置いてつま先立ちです。いやーお尻続くとしんどい。
やっぱりね、人のね、エクササイズ真似するって普段なかなかね、自分でしないことするので、いい習慣になりますね。皆さんも多分ね、得意なストレッチとかエクササイズたくさんすると思うんですけど、どうしてもね、偏りが出てきます。だからできるだけね、こうやって普段しないエクササイズをね、することってめちゃめちゃ大事。どうですか？で、あと膝をね、開いてる時と閉じてる時でまたお尻の筋肉、力の入り方が違うはず。これも苦手な角度でやってください。僕は普段ガニ股やから閉じるとしんどい。逆にね、閉じるのが楽ちんっていう方は開いた方がしんどいかもしれませんね。気をつけないとあかんのは、足が開いちゃダメです。ちゃんと膝とつま先は同じ幅で、今度は膝を開く。膝開くときはお尻の横のエクボ、このね、中殿筋って言いますが、この横の筋肉使ってます。ここにね、お尻の横がね、ゲソッと痩せ細っている方はこのエクササイズめちゃめちゃおすすめ。骨盤周りも締まるし、お尻もプリッと横にボリュームが出てきます。はい、そしてこんだけ続くと結構ね、お尻しんどいと思うんで、しんどくなったらね、サボっていいです。無理しないで。よいしょ。かかとの位置はお尻に近くで、この幅もね、変えていくとまた力の入り方変わるはず。自分の筋肉と会話をしながら。OK。よっしゃー。で、最後はね、お尻歩き。この状態で前と後ろに歩いていきます。前から後ろ。はい、この時にちょっと上半身もひねることによって脇腹や腰回りですね、腰肉まで引き締まります。自分のペースでいいです。どれだけね、前行ってもいいし、後ろ下がってもいいし、よいしょよいしょ、お尻歩き。結構ね、お腹周りも使ってると思いますよ。よいしょ。ここら辺、脇腹周りの筋肉使ってますね。で、足の幅もね、狭くやった方がしんどい人は狭め、開いた方がなんかきついっていう人は広め。お皿の向きはまっすぐ真上です。 OK。 はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。最初よりもこの膝の開き具合、均等になってきてませんか。そして力を抜いた時のこのお皿の向き、真上に近づいてたらバッチリです。ぜひですね、筋肉痛がなければこの動き毎日続けてもらって、骨盤の歪みの調整、股関節の調整をしていきましょう。ぜひこの動画のご感想はコメント欄の方へお願いします。そして高評価、チャンネル登録もぜひともお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。